にちは。今回は嘆きの亡霊は引退したい第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。評価みたいなダジャレの看板だ。でも律儀にアイスの設備はあるんだな。いや、ザのフロント企業のメイド喫茶にもメイドはいるのと同じ理論。そこのメイドたちめっちゃ強そう。メイドのチェンジしまくると怖いメイドが出てくるって本当だったんだ。エッチだ。へそ。どれ？ポーション付きって大人数で行ってもダンジョンは狭いからな。みんな位にタメ口聞くんだよな。めっちゃ恐れてるのに。気さくで飾らない人柄だからな。さすます。全部偶然なのに話が複雑に絡み合いすぎる。マスターやはり話術師か。これもう話術師じゃん。全員ヒーラーとは慎重だな。全員がヒーラーってすごいパーティーだ。やはりマスターは神。言いくるめられてて草。支部長古武装。めっちゃ鎧着てる。フルアマーハゲ。斧使いのおっさんが出るアニメは名作。支部長ひどい目に遭いそう。秘密結社さんかわいそうすぎるだろ。ソフィア怖すぎ。クランのメンバーに位がどう思われているかなんとなくわかるな。それとアップの評価の高さも。赤社の塔の本拠は白老の巣にあるのか。足跡が退去して押しかけることになってるし、位は何にも察知してないのに赤社がどんどん追い詰められていくのほんとくさ。何でもかんでも主人公のせいにする他のキャラって実は全員バカなんじゃん。リーズちゃんがやらかした。実質位が悪い。マスターは神。ストリーがやらかした。実質位が悪い。マスターは神。ティのケツしか見どころなかった箸休め会。来週暴れてくれるのを期待しよ位って多分言ったことが全て自分に都合よく進む能力者だな。位に都合が良いならハンターやめれてるんだよな。シャワー来た。湯気見えない。アンダン型。う。ケツでっか。おったいおったい。毛の成分補給。尻に全力集中する湯気。湯気は尻から出る。湯気来いよ。何やってんの。このアニメでケツを隠してどうする。シャミ子。髪の色がかぶってる。姉妹だから。シャミ子帰ってきた。こいつサイコパスなんだろ。なるほど。クライちゃんはストリーを待っていたのか。今から出発するんだな。シャミ子の珍しい声。こっちは本当の姉妹なのか。髪色は同じだけど肌色は違う姉妹。小原好みがトニー役をするアニメは名作。秘密結社はあんま脅威じゃないな。スライムのが絶対やばいよな。もう7話なのか。今期も半分過ぎてるじゃん。1ヶ月半後にはパンパンパンになるんだぞ。今期の中ではかなり面白いね。いろいろ演出が凝ってるし。なんかいつの間にか一番次回が楽しみなアニメになっちまった。主人公の無責任なんだけど責任取りたくないから結局放置はできないという小物っぷりが好き。位への勘違いが進むと面白い。みんなで見うるゴス。実際位ってただ飛行船乗っただけで最高レベルの宝物源に突っ込むから近づけないのが一番なんだろうな。倉井さんって鈴宮春日みたいな存在か。このケツを見に来た。位が何かあるって言ったところには本当に何かがある。位が調べてって言ったところには本当に怪しいやつがいる。位が気をつけろって言ったら本当に気をつけなきゃ死ぬ。もうそういう超能力レベルなんで全員でミウルゴスになるのも致し方なし。だって口にしたことに本人の意図を問わず偽りはないのだから。今回も位の人任せがひどい。笑い。そして前回も思ったけどソフィアさんの不気味さがよく出てよい。父の見れて満足です。ストリースライムのことしか頭にないくらいの言動を敵も味方も勝手に深読みして事態がどんどん大ごとになっていくのが笑える。特に赤社の塔がシリアスな雰囲気を出せば出すほどにあいつ何にも考えてないんですよって言ってあげたくなります。前振りが続きますね。たまたまアジトを引き当てるし、アークに丸投げが気づいたらアークを指名下にレベルアップしてるし、半分でいい。
試練と取られるのも何もかも行き当たりばったりなのに、それでも確信はついているから困ったマスターです。肩書きや噂に騙されやすいのは人間の特性なので、位のことを全世界が勘違いするのも仕方がない。偶然が重なるのは位が特殊スキルご都合主義を持っているからだと思われる。エンディングのラップ予告が大好きなので、できればリズムに乗せてほしい。位あんなに他人任せやのに敵には恐れられてるのおもろすぎ。赤社の塔はずっと不穏な動きやし、ハクローノスの調査めちゃくちゃ大事やん。アーク不在の戦力を補うためにあんなに集まるの、アークの実力底知れんな。スレン頼りがいしかない。それに比べて位は赤社の塔の連中が勝手に勘違いして位の知らないところで話が進んでいくの面白い。もう後戻りできないところまで来ちゃった感あるよね。笑い。ソフィアがいつ仕掛けてくるのか、ハクローノスの調査、例のスライムの行方などの要素がどう絡み合って位に降りかかるのか気になる。前回に引き続き水面下にスライムを配置することで生まれる物語のアクセントがやはり良い。この作品位を中心とした位ありきの物語なので、彼の一挙一動がスライムのこと前提であればあるほど、彼がつゆ知らない場所で起きるイベントをより面白くしているなと感じた話数でした。エヴァさんのアークさんの戦力の見積もり方がえぐい。シトリーとソフィア、小原好美さんの喋り方が心なしか上田玲奈さんに寄せている気がするが関係あるかな。シトリースライムと赤社の塔、くらいの適当な言葉が予言となって交わりそう。ティノちゃんの太もも不足です。ティノの出番が少ないわけ。シャワーシーンで補ってきたわね。偶然も重なれば必然か。敵から見たくらいが恐怖でしかないし、宝物源発生の温度には笑った。赤社の塔との総力戦になった今回、ストリーも帰還してさらに盛り上がってまいりました。ソフィアさんはシトリーさんを目の敵にしてるみたいだけど、シトリーさんも帰ってきたから2人の対決になるのかな。そして引き続きシトリースライムのこともあって、どこで絡んでくるのか。偶然が偶然を呼び、ハンター勢と赤社の塔による全面戦争が始まろうとしている。それと同時に都合よくシトリーの帰還。さて、これで役者は揃いましたかな。こうなるとマスターも表に出なきゃね。位の一人安全圏とはいかなそう。スライムなくしたかもしれないだけなのに、今回も大ごとになってきちゃったね。ただ今回のそうユーナのおかげで意図せず、敵の陰謀阻止に向け、強力な体制が整いつつあるのも事実。スライムに気をつけろがもうすでに任務成功への伏線っぽさそうすぎる。位の心の声はいつもチャランポランで応用だけど、部下の判断にダメ出ししたりするので、少なくとも適当でも無能でもないよう、他方で様々なプレイヤーが位の言葉を解釈することによる勘違いコメディの枠組みも走っている。ボロが出そうで出ないバランスゲームというのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。